皆さんこんにちは、ピノミです。本日は私自身もう長年ニキビに悩み続けていたんですけど、これまでニキビ跡であるクレーターの治療にかかった費用であったり、その治療方法について本日はこれをメインでお話をしていこうと思います。今現在ニキビ跡のクレーターに悩んでいるよっていう方いらっしゃいましたら、本日の動画参考にしていただければなと思っています。このチャンネルでは私の実体験をもとにライフスタイルを発信しているチャンネルになります。本日の動画参考になったよって方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。私自身このニキビの遍歴史ですねをたどってみると、もう思春期真っ盛りの中学生の頃から海がたまる黄色ニキビっていうのがもう顔中にドバーッと出始めてしまって、特にこれはもう本当に後悔してるんですけど、このニキビが出ていた当時、なぜかニキビを一つ一つ膿を出して潰してしまってたんですよね。もうそのせいもあって黄色ニキビが落ち着いたもう20代前半の頃には、特にこの両こめかみと左頬にクレーター跡っていうのができてしまったんです。もうここではっきりと断言しますが、クレーター跡っていうのは日々のスキンケアで治すっていうのは非常に難しいです。きちんとご自身のこのクレーター跡っていうのに合った治療っていうのをする必要があります。皆さんクレーター跡と一括りに言っても、このクレーター自体に種類があるっていうのはご存知でしょうか？クレーターの種類によって治療のアプローチっていうのが変わってきますので、まずはご自身のクレーターがどんなものかっていうのを最初に知っておくっていうのがとっても大事なんですよね。そのクレーター跡の種類っていうのが大きく分けて3つありまして、まず1つ目がローリング型、2つ目がボックスカー型、そして3つ目がアイスピック型っていうのに分かれてきます。まず1つ目のローリング型なんですけど、クレーター自体の幅っていうんですかね、幅が4ミリ以上と広くって角がない緩やかな楕円形のくぼみが特徴的なクレーターになっています。2のボックス型は皮膚が垂直にへこんでいて、へこみの縁がはっきりした特徴を持っています。そして3つ目のアイスピック型、アイスピックで刺したような小さく細かいクレーターのニキビ跡を指しています。見た目が小さくって幅が狭いために他の2つよりも軽症なのかなと思われるかもしれないんですけど、実際は真皮層のさらに奥までへこんでいるところがあるので、治療っていうのがさらに難しくなってきます。私はこの顔にできたクレーター跡自体ほとんどがこの1番のローリング型だったんです。もちろん効果には個人差っていうのはありますけど、それぞれのクレーター跡に特化した治療っていうのはこのようなものがあります。このクレーター跡の治療の他にも、ニキビができたことによって色素沈着であったり赤みっていうもののこの治療っていうのもしてきたんですけど、今日の動画ではクレーター跡の治療に特化したっていう体でお話をしていきます。気になる費用なんですけど、まず最初にダーマペンで治療を開始して、その時始めたのが自分の血液から採取した血小板を薬剤にするヴァンパイアフェイシャルっていうのを合計で4回行いました。当時の金額でこのヴァンパイアフェイシャル1回あたり10万円近くかかったんですね。やっぱこれ金額的にも続けていくっていうのがやっぱ大変だなって途中から思って、次に行ったのがサブシジョンでした。その後はセルフで行うダーマペンに移行して、現在自分自身で10回以上ですね、セルフダーマペンを続けている形になります。ざっと内訳を見てみると、ヴァンパイアフェイシャル1回、私の時は9万8000円だったので、それを合計4回、サブシジョン1回で8万8000円、これはヒアルロン酸代も含みます。で、その他セルフダーマペンをこれまでに10回以上しているので、機材や薬剤の費用が大体で6万円ほどでした。これはマッサージピールと成長因子で施術をしています。大体こんな感じですね。これを合計にすると大体54万円くらいでした。高いです。
クレーター治療は金銭的にもそして時間もかかるし、本当に根気のいる治療だなって本当つくづく思います。ただですね、私の場合このクレーターとの治療っていうのが根気のいるやっぱ長期戦になる治療っていうのをあまり考えずに、後先考えずにですね、高額なヴァンパイアフェイシャルの施術から始めたっていうのは少しちょっと失敗だったのかなって今思えばちょっと感じているところなんです。今思うのは、まず最初にこの自分に合ったクレーターとの治療ですね。私の場合はサブシジョンを最初にやって、その後に自分の肌の様子を見ながら、例えばダーマペンであったり、今であればそのポテンザとかそういった治療をやっていくっていうのが、正解だったのかなって思ったりもします。実はですね、おでこにほんと1箇所だけアイスピック型の深いクレーターっていうのがあるんですけど、ここだけはやっぱりこのアイスピック型治療が難しいって言われてるだけあって、何回ダーマペンやっても全然良くならない感じなので、ここの治療として TCA クロスいいかな、やってみようかなと検討しています。ここで結論なんですけど、私の場合このローリング型のクレーター後にはですね、サブシジョンの施術が本当に大きな効果っていうのを得られたと感じています。結果論として、じゃあダーマペンとかやらずにこのサブシジョンを何回かやって治療を終えればいいじゃんっていうことになるかもしれないんですけど、私の当時の肌の状態としてはもう長年ニキビが出ていたせいか、もう肌がごわついてザラザラっていうような質感で、このキメっていうのがほとんどない状態の肌だったんです。その肌の状態にダーマペンで治療したことによって肌質改善っていう意味では非常に大きな効果が得られたと思っています。個人的にはこのダーマペンとかポテンザなんかの肌を一旦傷つけて再生を促すっていう治療っていうのは本当に効果を実感してますし、やってよかったなと思っている治療の一つになります。クレーターアート以外に肌トラブルっていうのがなくって、もう本当にピンポイントでクレーターとのみ治療したいっていう方であれば、例えばサブシジョンとか TCA クロスのようにクレーター後に特化した治療のみ行うっていうのも、もしかしたらいいのかもしれません。とにかくクレーター後の治療っていうのはこの種類っていうのをきちんと理解した上で、自分のクレーター後に合った治療っていうのを選ぶっていうのが本当に大事になってきますので、もし自分で種類の判断が難しいなっていう方であれば、信頼できる先生に受診して治療方法っていうのを相談してみてください。これまでの治療で私のクレーター後っていうのもだいぶ目立たなくはなってきたんですけど、まだ完璧にこの平面になったっていうわけではなくって、やっぱ見る角度によってはへこみ気になるなっていうところ何箇所かあるので、あともう一回ぐらいサブシジョンをやってみるか、それかやっぱ根気強くセルフダーマペンを打って続けていこうかな、どうしようかなってちょっと今悩んでいるところっていうのがあります。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画少しでも参考になったよっていう方いらっしゃれば、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた皆さん次回お会いしましょう。またねー。